どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。これで最後です。iPhone 16の最新情報ですね。詳細とか新機能、いろいろね、細かいのも出てきましたので、ご紹介したいかなと思います。なんで今回が総決算じゃないんですけど、最後の動画になるかなと思います。はい。iPhone に関してね。で、今まで一応いろんな動画で紹介してきてますので、こちらもぜひね、今までのやつもチェックしてもらえばなと思いますので、はい。ということで、早速ね、行ってみましょうかっていうところです。発表会についてはですね、Apple の、Apple イベントね、これ正式に発表されてまして、日本時間の9月10日の、火曜日ですね、午前2時からの、いつも通りのね、鬼時間でございます。一応この招待状にはですね、発表される製品のヒントが大体隠されていると言われてるんですけども、で、日本語ではこの時が満ちるっていうね、表現になってます。で、英語だと It's Grow Time ですかね。パッと見た感じが、やっぱりその、Apple Intelligence ですね。AI 機能新しい Apple の AI が基本的にはメイントピックになるんじゃないかなっていうところは読み取りやすいかなと。はい。6月に発表されていますので、あと iPhone のね、カラーのヒントもね、隠されてるんじゃないかというところもございます。なので、このなんか、右上とかね、特にゴールドっぽい色がしてるので、はい。グローっていう言葉自体もですね、結構輝くとか、垢抜けるとかね、光を放つとか、っていう意味があるみたいなんですよね。噂されてるですね、シャイニーゴールドみたいなね、ゴールドっぽいカラーが iPhone に新色で出るんじゃないかだったりとかは言われておりますね。で、あとやっぱりピンクとかね、グリーンとか、ちょっとエメラルドグリーンみたいなやつとか、ブルーっぽいのとかも、イエローなのかもしれないですけどね、この黄色っぽいのは。で、パープルのような色味も見えますので、ここら辺 iPhone のカラーで出てくるのかなっていうのは、ちょっと読み取れるかなっていうところはありました。皆さんどうですかね、招待状のヒントこういうのがあるんじゃないか、もしあればぜひねコメントねいただければと思います。はい、ということで早速 iPhone16 ですね、見ていきたいと思うんですが、4つのモデルが、登場っていうところで、ここら辺は去年と一緒ですかね。 iPhone 版で16、16プラス、16 Pro、Pro Max っていう感じの4モデル展開になってございます。で iPhone16 のデザインに関しては正面ですね、ダイナミックアイランド搭載。こちら辺、ここは同じかなっていう。上の部分が機能によっていろいろ動いたりするっていうね。ノッチっていうところが島になったって感じですかね。はい。で、明るいディスプレイ。こちらに関しても、おそらく16は同じかなって言われてます。若干明るくなるかもしれないですけど。15で結構、ほぼ14プロかなと同じような仕様にはなってるので、すごい見やすくなってます。はい。っていうのは、おそらく正面の部分は同じ。で、デザインに関して、裏側ですね。反対側が、丸型のデザインは一緒なんですけど、縦型のこのカメラですね、一番特徴としてはになるんじゃないかなと言われておりますね。いろいろ賛否両論ありますが、で、空間ビデオ撮影ですね、空間ビデオ撮影に対応するために縦型になるんじゃないかと言われております。Apple Vision Pro、iPhone 今15 Pro で撮ると、空間的にね3D みたいな空間的な動画が撮れます。で、それが Apple Vision Pro ですね。60万円ぐらいのこのヘッドセットをつければ、見れるっていうものに、iPhone16 の、標準モデルの方でも使えるようになるというところだったりとか、あと、新しいところで言うと、このマクロ撮影ですね。すごいiPhone が近寄って撮影しても、ボケずに、綺麗に撮れるというところでございます。ただね、結構この15プロにね、これはプロモデル入ってるんですけど、近づくと勝手にマクロモードになるんで、ちょっとめんどくさいっていうかね、この仕様はちょっとやめてほしいなっていうところはあるんですけど、はい。なんで近寄っても割とこのボケないというか、綺麗に撮れるっていうのはね、これプロモデルには13プロぐらいからね、確か入ったと思うんですけども、はい、標準モデルの方にも入ると。いらないかなっていうところはあるんですけど、正直ね。正直いらねえよっていうところはあるんですけど、気になるカラーバリエーションに関してね、カラーバリ、これがね、大きく変わるかもしれませんね。で、特にこういった、グリーンっぽい感じ、このエメラルドグリーンみたいな、招待状の中にも確かにちょっとね、エメラルドグリーンっぽい色はありましたので、わかんないんですけども、こういった風な濃いめなね、カラーになるのかもしれません。割と今まで薄くなってきたみたいなところはあるんですけど、はい、なんでこの、ピンクとか、グリーンエメラルドグリーンっぽいやつと、ブルーですね、濃いブルーブラックホワイトみたいな形で、モックアップとされるようなものが出てきてますので、試作機ですね、なのでどうかな、実際まだ僕は怪しいかなと思ってますけども、なんだろうな、デザインが洗練されてたらいいかな。割とでも16って分かりやすいところもあるので、どうですかね、皆さんどう思いますか、ぜひね、コメントいただければと思います。で、あと、新機能ところで言うとアクションボタンですね。はい。左上のこのミュートスイッチのところ
消音モードのオンオフのスイッチがボタンになるのかなと。はい。これ、iPhone 15 Pro の方で実際も入ってる機能なので、それが入るかなと思います。ただあんまり使ってないです、僕は。ボタンの位置が悪いんで。おそらくメインの機能変わるところで言うと、キャプチャーボタンですね。一眼、今ね、撮ってるんですけど、一眼レフとかにこう入ってるようなボタンですね。なので、半押しすると、被写体にこう、ピピってこう、なんていうか、焦点が合うっていうか、機能になるんじゃないかな。はい。例えばなんでダブルタップしたらカメラと写真とこう動画モードを切り替えるとか、スワイプこうすると、こうなんていうの、ズームするとかね、はい、被写体にこう寄っていくとか、そういったカメラっぽい機能が一眼レフとかそういうのに入っているような似たような機能が iPhone にも入る。でそれをボタンで扱えるっていう風な、機能になるんじゃないかなと言われております。16の方にも入りそう。AI 機能ですね。Apple Intelligence の搭載は、あるとは思うんですけども、ただ、日本語ですね、対応に関しては、まだ発表されてないんですよ。おそらく1年ぐらいかかるだろうと思いますので、来年以降にはなると思います。今やっぱチャット GPT とか Arc とかですね、検索のやつとかあるんで、そっちを使ってもらえばいいかなっていう、前回前々回ぐらいの動画で実際に実演してるんで見てほしいんですけど、はい。というところで、チップ性能に関してもこの AI 機能の搭載っていうのがあるので、最新のですね iPhone16 の標準モデルの方にも最新の A18 チップが搭載されるんじゃないかなと思われます。はい。でそれに合わせてメモリも6から 8GB に上がるというところでございます。ここら辺は他のiPad とか MacBook もですね、この Apple Intelligence の対応モデルというのが発表されてるんですが、メモリが基本的には8ギガあるのかな、多分 M1 っていうチップですね以上のモデルにはなっているので、対応がそこら辺もあるのかなと思いました。ただメモリが上がるからってそんなに使用感はね変わんないと思うんですけども、でバッテリーに関しては基本的には多分今までの iPhone で一番いいものにはなるのかなと思います。で iPhone16 自体のバッテリーの容量も増えると言われておりますので、ただ出てる情報ではね iPhone16 プラスについては容量が減るっていうようなこともあるので、そこら辺はちょっとどうなのかなってよくわかんないんですけど、内部構造をそもそも見直すのかと、発熱の問題とか15ではあったので、はい、そこら辺も注目したいかなと思います。そもそもバッテリー持ちいいのであれなんですけど、ということでバッテリー持ちどうですかね、皆さん iPhone の今お使いの iPhone とかね、こういうのを使っててバッテリー持ちがいいとか悪いとかもしあれば教えてもらえばなと思います。はい、で iPhone16 Pro ですね、プロモデルに関してなんですけども、デザインこちらもやっぱ残念ながらそんなに変わんないかなっていうところ、基本的には15でチタニウムでガッと変わったので、はい、ただ側面がですねこの光沢にある素材、光沢のあるねちょっとこう輝くような素材になるかもしれません。グローっていう感じ、輝きですね。はい。そもそも結構ねチタニウム、かっこいいんですよね。はい。多分明日15プロの動画上げると思うんですけども、なんでおそらくこのシャイニーゴールドみたいなカラーバリエーションですね、グロー自体も輝くっていうところがあるのでが登場するんじゃないかなとは言われております。わかんないですけどね。ただ少し女性向けなカラーのようにも感じるかなっていうところあるんで、どんな色味になってくるのかね楽しみなんですけども、はい、どうですか皆さん、どう思いますかね。でカラーバリエーションに関しては、ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、今あるやつですね。あとグレーとゴールドみたいな、4色じゃないかと言われております。今ブラック、ホワイト、ブルーチタニウムかな、ブルーとナチュラルチタニウムってね色なんですけども、なんでナチュラルチタニウムが好きなら15プロでもいいかなって思いますね。おそらくナチュラルチタニウムかブルーあたりは消えるのかなっていう感じはしますので、はい、グレー結構良さそうだけどね。カラーの予想ね割と去年もシャイニーゴールドみたいに言われてたんで、割と外れるんですよね。なんであんまり期待しない方がいいかなと思います。はい。皆さんは何色が好きかね教えてください、ぜひ。であと変わるところで言うとですね、ディスプレイに関してはおそらく iPhone 史上一番大きくなるんじゃないかなと思います。はい。一応 0.2 インチですね。なんで 6.3 インチ 6.9 インチっていう風なサイズになりそうです。はい。で若干本体の大きさも微妙に大きくなるかもしれないんですけども、なんでディスプレイがどっちかというと大きくなるというよりは、ベゼルですね、画面のこの黒い縁のところが、世界最薄のベゼルになるっていうね報道もあるぐらいですので、かなりこう縁がすっきりとした、正面から見るとプロモデルは結構すっきりして見えるんですけどねっていう風になるかもしれない。で側面がこうちょっと輝いてる感じ。はい。であと画面に関しても明るくなるんじゃないかなと言われておりまして、サムスンのですね、M14 っていうね、有機 EL のパネルを使うんじゃないかなと。なので標準が今1000ニットっていう明るさなんですけども、多分1200ニットぐらいになるんじゃないかって、大体 20% ぐらいはね明るくなるんじゃないかなと言われております。すでに結構明るいんですけどね。
はい、iPhone、14 Pro ぐらいからかなり明るくなりました。で、あとキャプチャーボタンですね。こちらについても16と同様に16 Pro モデルの方にも入ると思われます。で、あと、カメラ機能ですね。はい、でカメラについては、デザインに関しては、同じですね。この3つのカメラですかね。iPhone11 Pro ぐらいから変わってないのかな。はい、12ぐらいから変わってないんですけども、大きく変わる点で言うと、超広角カメラですね。0.5 倍のカメラに関しては4800万画素になりそうです。で、センサーが、よりよくこう光をね取り込めるようになるので、暗い環境下でもこう明るく撮れるというかね、綺麗に、ノイズ少なく撮れるようになるのかなというところだったりとか、あと15 Pro Max 限定だった5倍のズームですねの光学ズーム、遠くのものをこう綺麗に撮れるっていう、5倍ズーム結構ねいいですけどね。が16 Pro の方にもプロモデルの方にも乗るんじゃないかなっていうところですね。あとはですね、おそらくレンズに搭載されるのかなっていうところなんですけども、この反射防止膜っていうやつ、 AR コーティングっていうのがされるかもしれません。アンチリフレクティブレンズとか言われるんですけども、いわゆるガラスへの映り込みっていうのをなくすっていうね、低くするっていう感じですかね。結構ね暗闇でライトとか映すとね、結構この反射映り込みのゴーストとか言うんですけども、光のピーンっていう感じとか映り込みでこう光がなんか変な光が入っちゃうみたいな写真に、これはどうしてもスマートフォンの写真でよくありがちなんですけどね、ガラスっていうかねレンズがこうついてるんでカメラに、ここら辺はちょっと改善されるかもしれませんね。特に iPhone ね、割とひどい感じはあるんではい、夜中映してみるとっていうのが16 Pro の話今までで、16の ProMax に関してはカメラの差別化がされるかもしれません。で一応カメラのセンサーが、ソニーのセンサーが入ってるんですけども、それが、もう少しいいものになるかもしれない。ちょっと詳細はね不明なんですけども、基本的にはそのダイナミックレンジ、光の暗いところと明るいところをこうパリッと綺麗にね表現が良くなったりとか、ノイズがそもそも入りづらくなるとかね、夜の写真とかそうですけどっていうのがあるかなっていうね、クワッドピクセルセンサーとか入ってますけど、はい、であとペリスコープレンズの搭載も少し出てきております。望遠レンズですね。ペリスコープレンズは、いわゆるその望遠レンズ、カメラのレンズをねこう想像してもらうと分かりやすいんですけども、結構こうブーンって長いじゃないですか。結構スポーツのねカメラマンとか見ると、はい、物理的にやっぱり距離が必要らしいんですね、遠くのものを撮るには。なんだけど、光をこう屈折させるとかいろいろあるみたいなんですが、基本的にはでスマートフォンで、薄い本体でもこう遠くのものをきれいに撮れるっていうものが、ペリスコープレンズ特徴としてはこんなソニーのやつとかねスマホにこうなっちゃうとすごいことね、すごい見た目になっちゃうんでめちゃくちゃ重いしっていうのが搭載されるかもしれないです。ただ Android みたいにこう100倍ズームとかそこまではいかないと思うんですけども、だいたい30倍とかぐらいじゃないかって言われてますけど、どうなんだろうねこれははい。あとJPEG の XL 形式が入るっていう話もありますけど、データ形式がねどうなんだろうな。JPEG の、データ量を抑えて綺麗なまま残せるっていうね感じがあるので、HEIF かな今 iPhone のやつだね、なんか少し特殊な、形式になってますけど、.jpg が .jxl だったかなるかもしれない、わかんないけど。であとは細かい点はね、充電速度に関してはこれ上がるんじゃないかと言われておりまして、マグセーフ充電が今ワイヤレスで 15W ですね。で USB-C ケーブルで 27W かなの最大の速度なんですけど、16に関してはマグセーフ充電で 20W で USB-C でだいたい 40W になるということなので、これは結構嬉しいかなっていうところですね。しかも他の Android とかと比べると、結構遅いっちゃ遅いので、これは地味に嬉しいかもしれない。バッテリーに関しては16 Pro に関してもですね、増えるという噂もございまして、改善してほしいかなと思いますね。15 Pro 使ってるんですけども、悪くはないんだけどめちゃめちゃいいかっていうわけでもないので、はい、あと発熱もね、割としやすいっていう、ゲームするとね結構熱くなっちゃう、かなり熱くなっちゃうんで、16 Pro Max 自体も伸びると、そのバッテリーの容量自体が増えるというところなので、わかんないけど30時間ぐらいね最大でっていうところは来るかもしれない。今29時間なので、ね、で一応15 Pro ですね、この1年間使ってみて、バッテリーの状態が最大容量が 92% でした。昨日ぐらいかなこれ測ってみたんですけども、見たら、はい、法充電回数がだいたい本当に1年ぐらい使った感じかな、360回ぐらい、ちょっとでも劣化しやすいのかなっていうところはありましたね。で最初の半年はバッテリーの上限 80% までしかこう充電しないっていうオプションがあったんですけど、それでやって残り半年は100% まで買うっていう条件でやったんですけども、80% までの方が
やっぱり、劣化は抑えられてた気がします。はい。抑えられてたと思うので、まあでも 80% だとちょっとね、微妙に足りない時あるんでね。まあちょっとここら辺に関しては、iPhone 15 Pro のね、今1年レビューを準備してますので、明日上がると思うんで、ぜひ気になる方はチャンネル登録とね、通知ベルを押してもらえば、届きやすいと思いますので、ぜひお待ちください。で、あと細かいところで言うと、5G ですね、スピードも速くなるかもというところで、このスナップドラゴンの X75 かなの 5G モデム、っていうモデムが入るっていうところで、小型でかつ消費電力も抑えれるっていうところなんで、スペースも広くなるし、その分バッテリー詰めたりとかいろいろできるんで、あとAI とかがね入ってるのも特徴みたいでございます。というところだったりとか、あと Wi-Fi7 のね、対応とかもあるんじゃないかなという言われておりまして、最新の規格ですね。Wi-Fi 今6とか 6E あたりが割と多いのかな。で Wi-Fi7 で最大40ギガかな。BPS ぐらいは出るので、これなんで、1秒間に 40GB 転送できるっていう感じなんですよね。かなり速い。Wi-Fi6E とか、今従来に比べて、多分3倍、4倍ぐらいのスピードにはなりそうなので、ただ、スマートフォンとね、Wi-Fi ルーター、どっちもこれ対応してないとダメなので、そこら辺は注意が必要なんですけども、Wi-Fi7 自体のルーターはあるんですけど、やっぱまだまだ高いんで結構。Wi-Fi7 に関しては実は日本ではもう去年解禁されてます。2023年に。なんで全然使えます。法律上も。っていうところかな。で、価格についてね、なんですけども、おそらく据え置きかなっていう感じはしてますが、なんで iPhone15 は多分残るかな。iPhone15 は多分値段は多少下がると思うんですが、16が出ると。ただ今、円安円高かと今の価格は160円計算で大体されてるみたいなんですが、今ね多分140円前半ぐらいになってるんで、一応以前ねこれ試算した1ドル150円でね一応間を取って計算してみると、大体16とか16プラス標準モデルの方で5000円ぐらい安くなるだろうと。で16プロマックスですね。プロモデルは1万円ぐらい安くなると思われますが、ここは分かりません正直。一応16プロが100ドル上がるっていうねことも言われてたりするんで、これは少しありえそうなんですけど、で今 128GB からのが256になって、その分感じなんで、実質値下げではあるんですけど、そうなると大体16万多分4800円とかぐらいになるんですよね。で去年ちょうどその16 Pro Max が同じようなことやったんですよ。256ギガからにして18万かな、9800円。1万ぐらい上がったと、100ドル上がった、同じようなことしてくるんじゃないかなっていう気はしてますが、どうでしょうかね。高いけど一応実質値下げみたいな、多分単価を上げたいんですアップルと、っていうところはありますので、さあどうですかね皆さん、価格についてはどう思いますか。高いですね。はい、コメントするまでもないけど、一応まとめますと、一応4モデル展開というところで、16プラス16プロプロマックスで、主な違いはやっぱり、今回もカメラかなと思いますかね。キャプチャーボタンもついてはいるので、カメラ、デザイン見た目はもちろんそうですし、カメラだったりとか、あとカラバリは結構変わりそうだね、16に関しては。なので高級感がどのぐらい変わるのかっていうのをねちょっと見たいところでございますが、で、発売はじゃあいつになるのかっていうところでございますが、おそらく予約開始がですね9月13日の金曜日、10日に発表になるので、だいたい発表したその週の金曜に、予約開始ですかねが多い、このパターン毎年ね。で発売がその1週間後になることが多いので、9月20日の金曜ですね。なんで9月13日の夜9時とかに、おそらくなんですけど予約開始かな。で20日にこう発売されるっていう感じになると思います。いつも通りだとね。で一応他のね製品の登場もあると思いますので、例えば、Apple Watch とかはよく一緒に出ます。はい、あとAirPods の第4世代あたりもね、噂されてますので、ここら辺はね前回の動画で、詳しくね全部話してますので、全部話すとねちょっと長くなっちゃうんではい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、これが欲しいとかいやいらないとか、ぜひいろいろコメントいただければと思います。賛否両論あるんでね、いろいろね、毎年出てるからということで、もう本当に皆さんこの1年間本当にこの iPhone16 のね噂っていうのかな、お付き合いいただきありがとうございました。なので、とりあえずあとはiPhone16 の登場をね見守ればいい、見守りたいかなと思います。で一応当日はですね夜中2時ですけどライブ配信をしようという予定ですので、ぜひ一緒にねもし有給とかね撮ってる方いたら、一緒に楽しみましょうね。なんで次の動画 iPhone16 の動画でお会いしましょう。発表会かなということで、良い週末お過ごしください。ではまたねということでございました。おまけというかね、
Apple Watch の SE に関してね、コメントいくつかいただいてましたので、出ないんですかみたいなあったので、まあどうなんだろうね。出るか出ないか微妙なところなんですけども、まあ多分出ると思うんですが、Apple Watch SE のね、この発売日を見てみると、第1世代ね、最初のやつは2020年9月、で、第2世代が2022年の9月。まあこのスパンでいくと、まあ多分出るだろうと。2024年、2年スパンで出てるんでね。じゃあ2024年出るじゃないか。まあわかんないけど正直。まあ一応時期、Apple Watch SE に関しては、まあ、このプラスチックケースが採用されるみたいな話があります。今、アルミなんですけども、これがどうなるかはよくわかりません、正直。まあ、軽くはなるかもしれないけど、安っぽくなるかもしれないし、iPhone、昔のね、XC だっけ ?C っていうね、なんかすごいプラスチックでできた iPhone ありました。見た目は可愛いんだけど、さすがにちょっとチープすぎて、すごい失敗したやつ。はい。多分ティム・クックが一番失敗したやつだと思う。多分。だと思うんで、まあどうなるかわかんないですけど、多分同じような失敗はさすがにしないと思うんで、6C かな。まあその iPhone で痛い目合ってると思うんでね。はい。まあこういうのもありますので、はい。まあ詳細はまたね、当日明らかになると思います。まあ Apple Watch も多分買うかな。はい。買うと思います。で、AirPods もね、楽しみですね。AirPods 4 Max いつ出んねん。おい。